こんにちは、アイロ70です。今回はちょっとリクエストをいただいた動画を作ってみようと思って、用意しました。そのリクエストっていうのが旅の準備を一緒に進めていくような動画を作ってくれたらいいなというふうにコメントいただいたので、その動画を作ろうと思います。でただ次の旅っていうのが世界一周の第3期なんですけれども、お宿とか飛行機は取ってしまっているので、ビザなのかちょっとビザのようなものが必要になるらしくって、その申請や美術館の予約を進めていこうと思います。であともう一つ、その準備と私の旅に欠かせないアプリっていうのを一つ紹介します。順番が逆になるんですけれども、先にその欠かせないアプリっていうのを紹介します。もちろんもう一番欠かせないのはもう Google マップですね。方向音痴なので、これがないともうどこに行くこともできないです。どの方でもそれが一番に来ると思うので、それはちょっと置いといて、 Google マップ以外で一番欠かせないアプリっていうのを紹介するのですが、それは私にとって Google Keep というアプリです。でなぜそのアプリが私の旅に欠かせないかと言ったら、使用目的が3つあるんです。まず1つ目が旅のアイデアやプラン作成に使ったり、で次2個目が旅の資料の保存に使います。3つ目が実際に旅に行った時に感じたことやメモを残すのに使ってます。では Google Keep の中身を紹介します。ちょっといろんな情報が入っていて、この旅を押すだけで旅関係のがこうバーッと出てくるんです。で Google Keep のいいことは他のアプリでもできるかもしれないんですけど、この進行中の案件を固定できる。で新しくこう作っていくとこの下にずっと出てくるんで、例えばこれは今度第3期で行こうとしている美術館の情報をこう写メで撮ったのを残していったりとかで、以前調べた時にいくらやったっていう情報をこうパッと見て分かるようにしてます。これはブリストルからロンドンに鉄道で行く場合のことをこう残してます。でまだこれは撮るか取らないか決めてないんですけれども、もう情報としてここに一緒に入れている。でここには自分の気づいたことをこう文章に入れたり、ビクトリア・アルバートっていう美術館は予約なしで行けるよとか、これはブリストルの移動方法ですね。空港に着いてから9ポンドでバスステーションに行けるよっていうことで、これは16ポンドでブリストルのバスステーションからグラストンベリーに移動できるよっていう情報も入れてます。横にあるのはこの前行ったやつですね。6時50分のローマのテルミエ駅から行ったらエアポートに7時50分に着く、このバスに乗ろうと思ったんでスクショ撮って編集でここに丸をしてこの中に入れてます。フェリーって書いてるけどいくらかいうことをすぐ分かるように情報として入れてました。でこれもトルコのですね、1回の乗り換えやったらいくらかかるっていうことを情報として入れてたし、でこれはこれを食べようって思ったからここにスクショして情報として入れました。でその時のこういう情報を字で打ってます。どう感じたかとかそういうこと。保安検査通過してパスポートコントロールが10時12分に過ぎたっていうスキポール空港の情報をここに入れました。でこれは一緒に待ってる時にタスマニア島出身の人がいたから、タスマニアはメルボルンから1時間とか聞いたことを書いたりとか、そう私のこの感想ですね。ボラれたお店のことについて書いてます。で例えばこれとかやったら持ち帰りっていう単語をここに入れたり、持ち帰りって言葉何やったっけって思った時にすぐここを見ればわかる。その旅の感想とかも情報として入れて、これ終わったから
もう前に上げてる必要がないし、ピン止め外そうと思うんです。だから今度はこっちの第3期の方だけがあればいいし、ここだからピン止め外します。メモの固定を解除っていうので、ここポンって押したらなくなるんです。でこっちの元の順番の方に戻り寄るんですね。あと行きたいなって思って調べたこととかも情報としてここに入れときます。ちょっと北欧の方に興味があってプランとして持ってます。 JAL 特典航空券片道マイルにプラス4万で行けるよっていうことを調べたんですね。でそれがこのスクショなんですけど、ヘルシンキに例えば飛ぶんやったら、その時期によるんですけど一番安かったと思うんですよ。23,500マイルプラス4万円でヘルシンキに行けるっていう情報を見つけたので、ここスクショで持ってます。あと次じゃあ帰りどうしようかなって思った時に、コペンハーゲンから大阪っていうのでタイ国際航空が安いなと思って、バンコクで1回乗り換えるんですけど10万弱で行けるしっていう情報を入れてます。サンタクロースのいるとこで有名やと思うんですけど、ロバニエミっていうところにヘルシンキから寝台列車で行けるんです。99ユーロ、日によると思うんですけどで行けるんですね。でこれは別に行こうともう決めてるわけじゃなくって、もし行くとき行けたらいいなみたいな感じで思った時にわーっと調べたことを全部スクショしてます。これずっとね 3,4 年前からこれは持ってる情報ですね。マレー半島縦断できたらいいなとか思ってて、14日間ぐらいで行くプランを作ってます。まず韓国から、バンコク飛んで、次の日に電車乗って、で寝台列車が着いて、でそこからどうしようかな、ペナン島行きたいなみたいな感じで、ペナンから次はイポーに移動して、でイポーからキャメロンハイランド行きたいなとか、でキャメロンハイランドからクアラルンプールに、じゃあ次は移動して、クアラルンプールからマラッカに行って、マラッカからシンガポールで、シンガポールから、関空に帰るっていうプランを組んでるんです。これが鉄道の情報、寝台列車バンコクからパダンベサールまでのスケジュールですね。でこれはもしスクート乗るんやったら手荷物のサイズ気になったし調べた情報ですね。関空からバンコクでシンガポールからキックスやったらこれぐらいで行けるっていう情報で、次はいくらかかるんやろうっていうことを考えるんです。13か14泊するし、航空券現地で使うお金とか合わせたらだいたい30万でこういけるんちゃうかなみたいな感じに思ったし、30って書いてます。はい、では最後に私の旅に欠かせないアプリ Google Keep の使用方法のまとめです。まず旅のアイデアやプラン作成に使えます。ある場所やものに興味が湧いたらすぐスクショして、行く方法、日程まで浮かんだら大体の予算を計算。すぐに行けなくてもプランを眺めてるだけで楽しいです。2つ目が旅の資料保存。進行中の旅はトップにピンで固定するのがポイントで、旅の途中でバスの時刻表や料金を調べたらすぐスクショして残しておく。また簡単な現地の言葉をメモしておくのも、スムーズに旅をすることができます。あと気をつけるのが入場券等の QR コードをスクショしてもいいんですが、使う時に PDF の提示を求められるところもあるので PDF の資料もすぐ出せるように用意しておくのがポイントです。で最後に旅の感想を書き留めることができる。これはその時の気持ちをすぐ書いたりして、後で良い思い出になったり次の旅につながるようなことにもなるので大変おすすめです。でまずビザを先取ろうと思ってて、なんか名前があったんですけど忘れちゃったんで、イギリスビザでちょっと調べよう。このだから ETA いうのが義務化されますっていう風に、これですね。 ETA 申請
これかな ETA 申請。ジャパンで旅行観光で続ける。いくらなのね。これか。ちょっとショックなことが起こってしまったんです。またちょっと私失敗しちゃって、イギリスの UK ETA サポート、こっからねビザが来たんですけれども、間違えたところで取ってました。ここ見てもたら、ガバメントは16、ポンドでも will appear on your credit card statement as UK ETA ビザじゃん119。お金も返してもらえへんし、めっちゃショックやけど、もう取ってしまったもんしょうがないし、この書類はこういう感じで来るんです。これが私のETA のエントランスナンバー。これでイギリスは入れるので、もうよしとします。なんで間違えたかっていうのが、これをクリックすると私の間違えた方に行きます。で、正しい方は日本国大使館から入っていって、高額な手数料を要求するサイトや模倣サイトによるフィッシング詐欺被害に遭わないよう、以下の英国政府の公式ホームページから登録を行うようにしてください。だからここをこうクリックしたら Apply for an ETA でいいと思う。で、ここでアプリでやるから、Google プレイやったらこっちやし、アプリをインストールして進めていったら3000円ほどでいけますやったことはしょうがないので忘れて次のことにかかります。エジンバラに行く予定をしているから、エジンバラ城の、予約を取ろうと思ってます。で、これはエジンバラ城の公式で買います。こうやっていろいろ出るんですけど、公式で買います。にしてバイチケット。これでいいのかな？ 21.5 めっちゃ高いね。これが1。これか、セレクトでいいのか。これがあとこんだけ空いてるよいうことやな。1時ぐらいに行こうと思ってるから、これで行きます。めちゃめちゃ空いてる。で、これ絶対言うとこやな。これのチケット。これビジット。ブックティケット。ドネーション、これドネーションしたらしません。パターンティーもいらない。あとでもプラスできるしはとりあえずもこれでいこう。Continue to basket。Guest checkout。Continue as a guest。私はロボットではありません。これが皆さんのお役に立てたかどうかちょっと定かではないんですけど、もう英語苦手やって言うんやったらクルックさんとかトリップドットコムとか使ったらいいと思います。仲介業者を使うメリットはその日本語で処理ができる。で、デメリットは2つあって、ちょっと手数料を取られるということと、交通系のチケットはもし乗り過ごしとかしたら振り替えができないデメリットがあります。お待たせいたしました。ありがとうございます。あと旅の準備としては、今回スコットランドに行くのでウイスキーの勉強としてサントリーの山崎蒸留所に行ってきました。3つ味の違うウイスキーを飲んだのですが、喉が熱くなるだけであまり違いは分かりませんでした。あと本では東大芸大で教わる西洋美術の見方という本を読んでいます。これでちょっと美術を勉強して一つ見たい絵を見つけました。この、次ですね、オフィーリア、これを見にテート
テートブリテンに行こうと思います。今回ちょっと初めてこういう動画を作ったので期待に添えない部分もあったかと思うんですが、また今度は宿とか交通機関もできれば予約を一緒にしていくような動画を作れたらいいと思います。では第3期の旅ですね、気をつけて行ってきます。